はい、皆さんこんにちは。今日はアングルの墨肉溶接を紹介していきたいと思います。結構コメント欄などでアングルの一番隅の部分の溶接が難しいという声がありましたので、そちらの方法を紹介していきたいと思います。一番隅の部分というのはこちらです。で、今回大事なポイントを4点紹介しますので、そちらのポイントをしっかりチェックしてこれからの溶接に取り入れてみてください。で、そのポイントなんですけど、1つ目が進行していく方向で、次がタングステンの長さで、その次が電流値、そして最後が棒の入れる角度です。この4点がとても大事で、この4点さえ守れればある程度綺麗な溶接が素早くできると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、今回まず最初にステンレスのアングルを溶接していきます。で、その次に鉄のアングルを溶接していきます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方良ければよろしくお願いします。それでは実際に溶接映像を見ていきたいと思います。はい、今回準備して溶接していくのがこちらのステンレスと鉄のアングルです。まずはこの内側を溶接していきたいと思います。ここが一番難しいかなと思うので、しっかりとチェックしてみてください。まず進行方向なんですが、このように内側に向かって溶接をしていきます。で、これは今ストリンガーでいったんですけど、このようにローリングをしながら進行してもらっても大丈夫です。ただローリングがどうしてもできない箇所もありますので、ローリングができるところはローリングをするという風に溶接してもらっても大丈夫です。で、その次に内側から外へ向かっていく方法を僕はおすすめしています。結構内側から向かって溶接をして、もう片方も内側に向かって溶接していく人もいるんですけど、内側に向かって外側に向かうっていう溶接方法の方が僕的には綺麗になって溶接スピードも速いので、そちらを紹介していきたいと思います。で、今の映像のように上から覗き込んでしっかりとタングステンの先端が見えるようなアングルの短さの場合は、両方とも内側に向かって溶接していくことをお勧めします。ですが大体は上から覗き込んで見ることはアングルが長いと思うのでできないと思うので、今から紹介する方法で溶接を試してみてください。なので今の映像のように僕のおすすめの方法は、内側に向かって内側から次は外側に向かって溶接をしていくっていう方法をおすすめしています。で、先ほどのが進行方向のポイントだったんですけど、次はこのタングステンの長さです。しっかりとアーク調が確認できないと溶接はしづらいと思いますので、このようにタングステンは長めで溶接することをおすすめします。タングステンが短いと今の映像のようにアーク調があまり見えないので、タングステンの先端がしっかりと見えていないと溶接はとてもしづらいです。なのでこのようにタングステンを長めに出しておくと、しっかりとタングステンの先端が見えますので、溶けているかの状況やアーク調の状況がしっかりとわかるので、タングステンは長めで溶接するようにしてください。次に3つ目のポイントなんですけど、アングルの溶接がきれいにできないという方は、結構このような棒の角度で棒を入れている人が多いと思います。で、これを解消できる棒の入れ方なんですけど、このように上から棒を入れてあげるとスムーズに棒が入ってくれて綺麗な溶接がしやすいです。上からではなく手前から溶接棒を入れてしまうと、タングステンによりひっつきやすくなりますし、棒が入るせいで視界がとても悪くなり溶接が難しくなります。なので上から入れればそれが解消できます。まずは外側から内側に向かっていく溶接を見ていきたいと思います。このように左にアングルがありますので、棒を入れることが横からできないので、上から入れていくとこのようにスムーズに棒が溶け込んでくれて素早く溶接をすることができます。手前からだと棒も入れづらいですし、タングステンにもつきやすくなります。なのでこのように上からちょんちょんと入れるようにしてあげればいいかなと思います。それと電流値なんですが、アングルを溶接する際は素早く奥を溶かしたいので、必ず電流はいつもより少し高めにしてください。これが低いと全然溶け込まないので時間もかかってしまいますし、棒の馴染みも悪くなります。なのでいつもより少し高めに設定していただけるとより簡単になるかなと思います。で、こちらが外側から内側に溶接をしたビード外観です。もうサポートの溶接などは外観を気にすることは基本的にないと思いますので、素早くある程度見栄えのいいビードがつけれればいいかなと思います。で、先ほどはこの矢印のように外側から内側に走りました。
で次反対方向をやる際にも内側に向かって溶接する方が多いと思うのですが、それだとタングステンの先がとても見えづらいです。なので内側から外側に向かっていく溶接映像を見ていきたいと思います。どうしても一番隅の部分は統治角度をつけることができないので、アングルの隙間に対して90度の状態で最初は溶接することになります。ですが電流が高いのですぐに溶け込んでくれますので、いつも通りこの入れやすい棒の角度で棒を少しずつ入れてもらえば簡単に溶接ができるかなと思います。右手も左手でもどちらでも溶接ができるという方だと、反対方向は左手に持ち替えて内側に向かって溶接をしていけば簡単に溶接はできるのですが、両手で溶接できないという方も多いと思いますので、その場合はこのように両方ともが内側に向かうのではなく、内側に向かって外側に向かっていくという進行方向をお勧めします。このような感じでそこそこは綺麗なビードが簡単につけれますので、ぜひ試してみてください。こちら側に向かって上から棒を入れていき、次は内側から外に向かっていつも通りの棒の角度で棒を入れて進行していきました。なので内側に向かって外側に向かう、この順番で溶接をぜひしてみてください。でこの外側は他の動画でも墨肉溶接の動画を紹介していますが、それと同じような感じでこのように僕はストレートで溶接をしています。もうストレートの方が電流を上げた場合早いですし簡単ですのでストレートでいっているのですが、この映像のようにローリングの方が溶接がしやすいよという方はこのような感じでローリングをして溶接をしてみてください。はい、今回のステンレスの溶接をまとめますと、このように内側に走って外側に向かう。で外側はもういつも通りな感じで普段通りの墨肉溶接をしてもらえばいいかなと思います。それでは次に鉄のアングルを溶接していきたいと思います。鉄のアングル溶接では外側の溶接映像も見ていきたいと思います。でタングステンの長さはアングル溶接なのでステンレスの時と同じ長さで溶接をしていきます。で鉄を溶接する際も棒の入れ方などは全て同じなんですけど、電流をステンレスの溶接をする時よりも30から50ぐらい上げてください。でその理由は鉄の方が溶けにくいのもありますし、このアングルの溶接だと黒皮を剥がしてないことも結構あると思うのですが、電流が高いと黒皮があってもあまり気にならなくなりますので、電流をステンレスの時よりも上げるようにしてください。電流が低いと黒皮があるせいでなかなかビードが馴染みづらくなったり、いろいろと溶接がしづらくなりますので、電流は高めに設定しておいてください。で鉄も同様、外側から内側に走って内側から外側にこのように溶接をしていってます。このようにノズルを直角にアングルに向けてもアンダーカットなども特に入りませんので、この方法だと棒の角度も入れやすいですし溶接もとても簡単です。今回は動画用ということもあり少しゆっくり溶接をしていますが、電流をもう少し上げればもっと素早い溶接もできますので、自分に合った溶接方法でぜひ試してみてください。ただし電流だけは下げすぎないように注意してください。それでは次に外側の溶接をしていきたいと思います。外側はノズルの角度も理想的な角度にできますし、棒も入れやすいですので、このような感じで溶接してもらえばいいかなと思います。でこのストリンガーで溶接をする場合は、棒はちょんちょんと抜き棒で入れる方法をおすすめします。ローリングだとつけたままの方がいいと思うのですが、ストリンガーだと棒はちょんちょんと小刻みに入れるようにしてください。今回のアングル溶接で今まで悩んでいた方などは4つのポイント、進行方向、タングステンの長さ、電流値、棒の角度を気をつけてさえもらえば、これからアングル溶接が簡単になると思いますので、ぜひ試してみてください。でこれが鉄の内側の溶接です。クレーター部分のクレーター処理が気になりましたので、一番隅の部分少し溶接していますが、外側から内側に向かって、内側から外側に向かって溶接をしています。で外側の溶接がこのような感じです。ある程度は綺麗に仕上がったかなと思います。この方法ですと特に難しい点がなく溶接が簡単に終われますので、こちらの方法を僕個人的にはおすすめします。はい、これで今回のアングル溶接の
紹介動画を終わりたいと思います。リクエストにもあったのですが、この方法さえ試していただければすぐにアングル溶接はできると思いますので、皆様の参考になれば幸いです。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。